おはようございます。メリカミ太一です。今日はランティーユレンズ豆の火の入れ方と食べ方を紹介します。レンズ豆はいろいろと種類があります。今回使っているのはその中のランティーユウェア緑のレンズ豆を使っています。今回紹介する火の入れ方ですけども、基本的にどのランティーユでも同じやり方で OK です。あと乾燥した豆系も同じ要領で火を入れてください。あと動画の後半でレンズ豆によく合うソシスモフトを一緒に合わせます。レンズ豆ですけども基本的に豚系の加工品、すね肉の塩漬けだとかソシス系が非常によく合います。それではランティーユウェア一緒にキウイしていきましょう。こちらが今回の材料です。これがランティーユウェア、日本ではあまり馴染みのない豆です。レンズ豆と言います。でガルニチュアロマティックの中にベーコン、玉ねぎ、ニンニク、クードジロフ、長寿です。あと人参、ブーケガルニ、セロリになります。ブーケガルニの中にはタイムとローリエ、あとパセリの軸が入っています。作り方はまた動画があるのでそちらを参考にしてください。それではガルニチュールの方エプルシェしていきます。玉ねぎもエプルシェ、中が腐ってないか確認してください。あと人参も皮を剥きます。あとネセロリも一緒です。今回用意しているガルニチュールは最後火を入れ終わった後に取り除きます。なのでなるべく大きいサイズで切って一緒に火を入れます。玉ねぎは芯のところで半分に切ります。こうすると火が入った後にバラバラになりにくいです。なので芯を残したまま半分に切ってください。人参も同様に大きめのサイズで切ります。でベーコンは皮付きのままある程度のサイズに切って一緒に火を入れます。皮がついている方がより味が出てスモークの味もよりランティーユに移って非常に美味しくなります。クードジロフ、長寿ですけどもこのように玉ねぎに刺しておきます。このように刺すと火を入れている間に取れたりしないので必ず玉ねぎに刺してください。あと最後にブーケガルニです。中にはパセリの軸、タイムローリエが入っています。それではランティーユの準備をしていきます。ランティーユは基本的に水に一晩つけたりする必要はありません。他の白い豆とか赤い豆、黒い豆など乾燥の豆は一晩つけたりしますけども、ランティーユはつける必要はないです。水に一晩つけてしまうと皮が外れてしまって、仕上がりがあまりきれいになりません。もしピューレとかスープにするのであれば構いませんが、今回そのまま使いますのでさっと洗うだけでいいです。このように一回さっと水で洗ってざるにあげて水気を切ります。それでは火を入れていきます。大きめの鍋に洗ったランティーユ、先ほどのガルニチュールを入れて、あとは水を結構多めに入れて、あとは火にかけていくだけです。ちょうどいいサイズの鍋がココット鍋しかなかったのでココット鍋を使っています。ですが普通の鍋を使って火を入れても特に変わりはないです。今回水を入れましたけども、水の代わりにブイヨンドボライユなどを入れても美味しく炊き上がります。ポイントとしては最初から塩は入れません。塩を入れるタイミングは火が入った後、冷ます時に塩を入れます。そうすることによって中に塩が入って非常に美味しくしっとりと仕上がります。豆類も一緒で最初から塩を入れてしまうと豆が硬くなってきっちりと煮え切りません。なので冷ます時に塩を入れてください。あとは火をつけて沸くまで強火、沸いたらアクを取って火を落としてミジョテ、ポコポコという状態、沸かしすぎない状態でゆっくり火を入れていきます。火を入れている最中もこまめにアクは取り除いてください。あと水の量は常に多めになるようにちょくちょく水を足してください。
水の量が多い中で火を入れると均一にランティ油に火が入ります。水をちょくちょく足しながら未蒸停の状態で30分経ちました。ランティ油にもよると思いますけども、だいたいこのように潰して軽く潰れる感じですね。こうなれば火が入っています。もちろん食べて確かめてください。この状態、火が入った状態でここで初めて塩をします。塩をして塩が溶けるまで待って味を確認してから火を止めます。火を止めた後はこのまま液体の中でゆっくり粗熱が取れるまで冷ましていきます。この液体の中で冷ますことによってランティ油がセック、乾いた感じになりません。しっとりと仕上がります。あと冷めると同時に液体が入っていく、塩が入っていくので美味しく仕上がります。それではランティ油、ここからは付け合わせとして仕上げていきます。先ほど火を入れたランティ油、液体とランティ油を鍋に移して塩コショウで汗染めします。最後ここに仕上げにバターを入れてモンテオブル、バターでモンテしていきます。この作業ですけども、ランティ油の吸湿とバターでリエして濃度をつけるという作業になります。モンテオブルという作業です。最後ここにパセリのコンカッセを入れて付け合わせとしてのランティ油の完成です。最後は必ず味見をして味の確認をしてください。それではランティ油と抜群に相性のいいソシスを紹介します。フランスのフラッシュコンテ地方特産のソシス、ソシスモフト、モルトーという町の名前がついています。このソシスモフトの特徴ですけども、見てもらったら分かるように片一方木で最後ソシスを締めています。あと豚肉 100% を使ったスモークされたソシスになります。このスモークですけども、冷燻で基本的に48時間から7日間かけてじっくりとスモークされています。使っているチップは針葉樹のもみの木か頭皮を使っています。先ほど言った冷燻ですけども、スモークサーモンも冷燻でスモークしています。低温で火が入っていない状態なので、このソシスモフト生では食べれません。火を入れる前の準備としては、包丁の先もしくは金口で全体的に穴を開けてやります。フライパンを火にかけてオイルを入れて、熱くなる前、冷たい状態からゆっくりと火を入れていきます。あと火の入れ方ですけども、湯がいて火を入れる入れ方もあります。今回はこのようにフライパンで軽く色をつけて160度のオーブンに入れてロティしていきます。このように10分オーブンに入れて出してひっくり返してという動作を繰り返して中まできっちりと火を入れていきます。このソシスモフトですけども、冷燻なので全く火は入っていません。生の状態なので芯まできっちり火を入れます。オーブンの温度も160度と低めに設定してじっくりと火を入れていきます。いきなり高温で熱いフライパンでやってしまうと周りの皮がはぜてしまいますので気をつけてください。これでトータル30分ロティしました。このように美味しそうに焼けています。火が入ったかどうかはこのように金串を刺して、今出てきた肉汁が透明になっていたら火が入っています。もちろん熱いかどうか唇の下に当てて温度をチェックしてください。それではソシスモフトを切ります。結構分厚めに切ってください。
非常に肉汁があふれて美味しそうです。それでは盛り付けていきたいと思います。温めたお皿に、あとは先ほどのランティーユとソシスモフトを盛り付けて完成です。このランティーユという食材ですけども、私も含めて日本人には少し食べづらい食材かと思います。でも丁寧に調理してやれば美味しく食べることができます。またこれを使ってサラダなども紹介したいと思いますので、楽しみに待っていてください。最後横にムータルトディジョン、マスタードディジョンを乗せて完成です。それではお疲れ様でした。ボナペティー。